沖縄を防衛する第32軍が米軍と激しい戦闘を繰り返していた1945年昭和20年5月、日本海軍は台湾小比基地に海軍搭乗員を招集した。彼らの多くは石垣島派遣隊として偵察や対戦哨戒を行っていた搭乗員で、加えて小比基地のゼロ戦が枯渇し乗るべき機体を失った搭乗員、さらに不時着による機体破損回数の多い搭乗員や出撃後引き返した回数の多い搭乗員も呼ばれていると噂された。動員された搭乗員で神父特別攻撃隊が編成され、竜虎隊と命名された。竜虎隊に用意された特攻機は93式中間練習機。練習時目立つように橙色に塗装されたことから赤とんぼの愛称で呼ばれた服用機で、いくら機体が不足したとはいえ命を懸けた特攻が鈍足な練習機赤とんぼであることに隊員は驚きを隠せなかった。練習機は安定性・操縦性は高いものの、その飛行速度から護衛戦闘機をつけることもできず、米軍の2000馬力級戦闘機や強力な対空砲火をくぐり抜ける特攻機への採用は反対もあった。夜間戦闘機隊不要部隊指揮官見延正少佐は連合艦隊会議の席で練習機まで特攻に駆り出そうとする軍の方針に猛烈に反対した。しかしフィリピンでの決戦で敗れ大量の航空機を失い、米軍が沖縄に上陸し戦闘が激化する今、日本軍は戦力となるものは全て投入しなければいけないほど戦局は悪化していた。赤とんぼのエンジンはタイプにより300から600馬力、深刻な物資不足の中でアルコール燃料での飛行が可能だったため、ガソリンは新鋭機に優先された。機体に250キロ爆弾、後席に増装代わりのドラム缶が強引に搭載された機体は強度・推力ともに限界であった。このため飛行速度はさらに低下し、敵の発見・攻撃を回避するため夜間・超低空の侵入が必要となり、赤とんぼ特攻だからこその厳しい訓練が必要になった。能力職に再塗装された機体で竜虎隊隊員に夜間飛行の猛訓練が始まった。特攻は100時間程度の飛行時間でも出撃する隊員が多かったが、竜虎隊は実戦部隊から選抜された隊員で構成されたため、最も未熟な隊員でも300時間の飛行経験があった。その竜虎隊でも敵レーダーを避ける夜間海上5メートルの飛行は、暗い夜道を一人でとぼとぼ歩くような心細さで、全てが不審と不安でいっぱいとなり、訓練半ばで着陸することもあったが、隊員の練度は成果として現れ、全員が夜間の超低空飛行を習得した。1945年5月20日、隊員に出撃命令が下り、第一竜虎隊8機が台湾を出撃した。しかし天候不良で全機が不時着を余儀なくされた。6月9日、第二竜虎隊と命名され8機が出撃したが、今回も天候の問題など全機が宮古島、石垣島、与那国島に不時着、敵艦にたどり着くことさえできなかった。2度連続の失敗で機体性能ギリギリの装備による台湾出撃は無理だと判断され、出撃基地は宮古島に変更、移動が命ぜられた。7月27日夜、三村博上飛曹を指揮官とした隊員8名は小比基地を出発。28日早朝、新築基地に到着。同地で神風特別攻撃隊第三竜虎隊の命名と別れの杯が交わされた。第三竜虎隊は慌ただしく新築基地を離陸。
宜蘭基地石垣島を経由し、28日中に宮古島まで前進した。翌7月29日深夜、第三流五隊に出撃命令が下った。見送りの基地関係者は宮古島飛行場の短い滑走路を危惧したが、鍛えられた隊員は爆弾、ドラム缶搭載の赤トンボで見事な離陸を見せた。第三流五隊は次々飛び立っていったが、サハラ一飛層の機体はパンクで離陸できず、7機での出撃となった。洋上飛行中、隊長機と吉田機にエンジントラブルが発生、引き返すこととなった。隊長機は宮古島までたどり着いたが、吉田機のトラブルは重大で、やむなく近くの畑に不時着。吉田一飛層は重傷を負ってしまった。5機となった第三流五隊は暗闇の中を敵艦目指し沖縄に向かった。6月25日、沖縄守備軍第32軍司令部の自決を知ったアメリカは戦勝のセレモニーを行った。沖縄戦に勝利したものの、日本の航空特攻は米艦隊と兵士に深い傷を残した。沖縄戦後も特攻機は飛来し、警戒は緩むことなく行われた。7月29日、沖縄本島西方60キロにはレーダーピケット駆逐艦キャラハン、カッシンヤング、プリチェット3隻が配備され、上空監視、特攻隊の警戒に余念はなかった。7月30日午前0時31分、キャラハンのレーダーが近距離まで迫った正体不明機に反応。突然現れた一機がゆっくりと近づきつつあった。キャラハンは不明機を敵機と判断、迎撃準備を急ぎ、配置についた射撃手が攻撃を開始。敵機はキャラハン200メートルにまで接近していた。射撃手は暗闇の中ゆっくりと近づく敵機に対空砲を撃ちまくり、猛烈な攻撃は命中しているはずであったが、敵機は何事もないかのように飛行を続けた。CM バーソロフ・キャラハン艦長は艦橋から敵機を確認、服用機であることに驚愕した。服用機はキャラハンの喫水線近く、第3上部救弾室付近に激突。搭載爆弾は甲板を貫通して機械室で爆発。機械室内にいた乗組員全員が戦死した。服用機の航空燃料から発生した猛烈な火災は弾薬庫に迫り、消火を断念した艦長は総員退艦を命じた。カッシンヤング・プリチェットはキャラハンの救助に当たり、誘爆の危険から難航する救助作業中、プリチェットのレーダーが 4.5 キロの距離に2機の敵機を捕捉した。カッシンヤング・プリチェットは新たな特攻機に攻撃を開始。激しい対空砲火は2機の特攻機を捉えていたが、損害を与えているようには見えなかった。服用機の1機はプリチェット左舷2メートルで海面に衝突。衝撃で爆発した爆弾が船体を変形させ、上部構造、左舷爆雷投射機、無線と一部の電源が損傷した。もう1機はカッシンヤングに突進したが、命中直前30メートルで撃墜。海中に消えていった。両艦はその後も生存者の救出を続けたが、キャラハンは火災による誘爆が連鎖。士官1、下士官46名が戦死、73名の負傷者を出した。沖縄戦当初から特攻機と戦ってきたキャラハンは、沖縄戦完了後本国に帰国予定であったが、特攻機突入から3時間、艦尾から海中に沈んでいった。
エンジン不調とパンクで宮古島に残った三村隊長と佐原一匹荘に出撃命令が下りた。2人は連日の出撃で宮古島を離陸、米艦を目指した。沖縄本島近海に接近した隊長と佐原一匹荘は、キャラハンの負傷者を病院船に運び、同海域でレーダーピケット任務に復帰したカッシン・ヤング、対戦哨戒中の輸送駆逐艦ホラス・エー・バスを発見。敵艦に動きはなく、レーダーに探知された様子はなかった。接近に成功した赤トンボの1機は一旦上昇、目標をカッシン・ヤングに定め、急降下を開始。敵の対空砲火が始まったが、突入態勢の特攻機はそのまま右舷救助艇ダビッドに激突。巨大な爆発で火器管制室を破壊、艦中央部を炎で包んだ。カッシン・ヤングは戦死27名、負傷者41名を出して大破した。残る1機は低空飛行でホラス・エー・バスに接近。発見された直後、上部に突入。構造物をなぎ倒し、爆弾の爆発で戦死1名、負傷者15名の損害を与えた。2日にわたる服用練習機赤トンボ7機の特攻攻撃で、米駆逐艦沈没1、大破1、損傷2、戦死75名、負傷129名の損害を与えた。米軍は服用練習機特攻の戦果に驚き、要因を分析。木や布がメイン素材の機体は反射率が悪く、レーダーで探知できる距離が短い。非常に機動性が高く、巧みに操縦されていた。VT 信管が作動しにくい。通常、半径30メートルで作動する VT 信管が9メートルでしか作動しなかった。特攻機対策として増設されていた対空機関砲 MK4-20mm の信管は金属に命中しないと作動せず、貫通して効果が薄かった。ただし、ボフォース 40mm 機関砲は木造部分やハフにも有効であった。通常攻撃では攻撃することすら困難な練習機、白菊や固定脚の旧式機でも特攻では戦力になると評価をし、練習機、旧式機の特攻も脅威と認識していたが、服用機の特攻攻撃は有効率が非常に高かったため、付随的な利点がある服用機特攻に高速な新鋭機の特攻と同等以上の警戒を呼びかけた。航空機が不足する日本軍は、第三流虎隊の戦果から服用練習機の特攻に自信を深めた。練習機はその任務特性から残存機体数が多く、海軍では赤トンボが最多であった。本土決戦要戦力として陸海軍合わせた4450機の練習機が特攻機に改修された。計画では赤トンボを中心とした練習機を投入予定であったが、8月15日、特攻用の赤トンボ2829機と搭乗予定の隊員は終戦を迎えた。機体はその後進駐した米軍により破壊された。7月29日、第三流虎隊の出撃時、エンジントラブルで不時着した吉田一匹荘は、重傷のため終戦まで再出撃できず、第三流虎隊唯一の生存者となった。新風特別攻撃隊は多くの連合国艦船に損害を与えたが、敵艦到達すら危ぶまれた。赤トンボが撃沈したキャラハンが特攻で沈んだ最後の艦となった。